Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのはホンダが走りの本質と官能を磨き上げた1台、シビックタイプ R です。シビックタイプ R は FF スポーツを極めるべく進化してきたモデルで、ホンダのレーシングテクノロジーが惜しみなく注がれたモデルとなっています。ホンダのレースへの挑戦の歴史と究極のチャレンジスピリットが込められたモデルとメーカーが言うシビックタイプ R、どんな走りで見せてくれるのか楽しみですね。はい、それではポイントを詳しく見ていきましょう。シビックタイプ R としては6代目となる今回の新型は2007年に登場した3代目以来15年ぶりの日本製のタイプ R です。ボディは標準ガソリンエンジン車よりワイドで、フロントバンパーをはじめとした専用アイテムにより超高速域にも対応したスタビリティを手に入れているなど、タイプ R らしさを極めたモデルとなっています。パワートレーンは従来と同じ直4ターボエンジンが搭載されていますが、ターボチャージャーの刷新により最高出力をおよそ10馬力アップの330馬力に、最大トルクもおよそ20ニュートンメーターアップの420ニュートンメーターへと向上させています。インテリアはレーシーでスポーティーな雰囲気にあふれ、ベースモデルのシビックとは全く異なる個性を持っているのが魅力です。またティアドロップ型のシフトノブがタイプ R であることを主張するとともに、その脇のスイッチでドライビングモードの切り替えも行えます。新型シビックタイプ R の価格は499万7300円です。これまで FF 最速を極めてきたシビックタイプ R ですが、今回はどんな走りを見せるのか楽しみですね。そうですね。ということでこの後はいよいよ試乗です。今回はホンダのレーシングテクノロジーが注ぎ込まれたシビックタイプ R を高速道路とワインディングで試します。今回で11世代目となるホンダシビック、その頂点に立つ究極のスポーツモデルタイプ R を岡崎五郎が検証します。Engine for the Life。 さあ今日はホンダのシビックタイプ R に試乗しています。皆さんご存知ですよね。このシビックタイプ R といったら走りを究極的に追求したモデルということで、どうでしょうか。これ外観なんですけれども、やはり他のシビックとは一味も二味も違うキリリと引き締まった、そしてやや攻撃的なスタイルを持っています。そうは言っても先代とか先々代のタイプ R と比べるとちょっと大人っぽくなったかなという印象もあります。そうは言ってもこの赤いシートベルト、それから赤いシートですよね。それからリアに行くと大きなスポイラーがついていたりとか、やはり一目で他のシビックとは全然コンセプトが違うよという、そういうことも明確に伝えてくる、そんな内外装に仕上がっています。今回このエンジン2リッターのターボをですね330馬力まで出力を上げてきました。330馬力というとさぞかし扱いづらいエンジンなんじゃないかと思う方もいらっしゃるかと思うんですが、実はそんなことはなくて、今高速道路ゆったりと走っているんですが6速に入れています。で6速で今5キロですね。65キロだと1400回転ぐらいですかね。これでもね全然普通に走っちゃいますね。でそこからこの西湘バイパス70キロ制限なんですけれども、ちょっとアクセルを踏みますね。そうするとちゃんとついてきますね。加速しますね。そのぐらい、超高性能エンジンでありながら扱いやすさにも、このエンジン、いい部分いっぱいあるわけですね。あと乗り心地もいいですね。今ざらついた路面走ってるんですが、ロードノイズは確かに大きめです。ゴーというノイズは大きいんですが、タイヤの路面への当たり結
構優しいですね。これはマイルドという言葉を使ってもいいんじゃないかというくらいの、そんな感触が伝わってきます。さあ料金所からのフル加速。はい、全然ハンドル取られなかったですね。トルクステアないので、この辺りのその洗練度の高さっていうのも本当にすごいなと思います。はい、今日はこのターンパイク気温が低め、そしてセミウェットという相当ドライバーにプレッシャーかかってくる状況なんですが、車の状態、タイヤの状態が本当に手に取るように分かるというのが基本にあるので、すごくね基本のところに安心感があるというのがこのシビックタイプ R の、大きな特徴ですね。さあ今コーナー回ってるんですけれども、すごいいいですね。本当にコーナーでぐーっと外側のタイヤに荷重がかかりながらも内側がしっかりと路面を捉え続けていて、 FF なんだけれども4輪をしっかりと使いこなして、その4つのタイヤのグリップの合計をうまく引き出しながら走っている感じがとても強いです。でもこのエンジンも粒が揃ってる感じ、それから芯がちゃんと出てる感じ、ホンダのエンジンさすがに気持ちいいよなと。でそういうものが高性能なだけじゃなくてフィーリング面でもいい具合に出来上がってますよね。しかしこのボディもすごいな、合成感の塊みたいなボディですよね。これね本当にスポーツモデルでありながらも何かこう上質感の塊のような、そういう感触すら伝えてきます。この新型シビックタイプ R なんですけれども、もちろん330馬力ということで速い車であることは間違いないんですけれども、それだけじゃないですね。もうやんちゃである一方でやんちゃすぎない、これは内外装を含めてなんですけれども、いろんないい車今までこう乗り継いできた人たち、下の超えた人たちが乗ってもこれ本当に質が高いよねって思わせるような部分も兼ね備えているモデルです。さらに言うなら今時こうマニュアルを楽しめるっていうのもすごくね貴重な存在ですよね。もう本当に車好きであればこの車ね試乗したらきっと気になると思うので、ぜひですね試乗してみることをお勧めしたいと思います。はい、それでは安全性評価に行きましょう。シビックタイプ R このようになりました。よくできましたです。そして燃費なんですが、今回は市場で380キロ走ってリッターあたり 11.1 キロとなりました。ともちゃんどうでした？はい、もう一体感が持てる走りは夢中にさせてくれましたし、あと無駄な動きが少なくてゆったり流せるし、マニュアルでも街中も坂道発進も扱いやすかったですね。とにかくね速いすごい車なんだけど扱いやすいっていうのがねすごく僕も印象に残りました。今回はメーカーの開発担当者の方にスタジオにお越しいただきました。ホンダ技研工業株式会社の柿沼秀樹さんです。柿沼さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。5年前にもこの仙台シビックタイプ R の責任者としてスタジオに来ていただいて、5年前に来ました。2台続けてやる人ってあんまりいなかったですよね。私の知る限りは2代連続の開発責任者はちょっといなかったと思いますね。ですよね。はい、2世代を連続してやるっていうことで、何かこうメリットっていうのはきっとあったと思うんですけれど、やっぱり先代モデルの酸いも甘いもといいますかですね、いいところも悪いところもよく分かってますし、特に私の性格なんかでいうともっとこうしたかった、もっとここをよくしたかったって、完璧主義じゃないですけど、やりたいもっとやり残したことがこういっぱいある、その本人が次のモデルでじゃあ何を使ってそれを実現しようみたいなところをしっかりと思いと願いと意思をつなげて開発するっていう意味では、今回私が2台連続で開発したことの意義がしっかりと車の性能に現れてるんじゃないかと思います。なるほどね。本当にそういう意味じゃ先代からシビックタイプ R はあんまり硬すぎなくなって、日常性もっていうところで今回もさらにそれを進化させたって感じたんですけれども、一方で
僕と藤友が先代の時に×書いたことって覚えてらっしゃいます？もちろん覚えてますお二人ともデザインについてですね。そうですね、もうちょっと大人っぽいデザインが欲しいよなんていうことも言った覚えがあるんですが、今回相当そういうところでいくとちょっと落ち着いてきた感じありますね。そうですね、お二人のご意見を真摯に受け止めつつ、やはり日本、北米、欧州、その他地域含めて先代のモデルを発売してきて、やはり皆さん乗るとすごくいい車だって言っておっしゃってくださるんですけど、乗るまでにいかないよとかですね、このデザインだとちょっと、気が引けるみたいなところのご意見もいただいたのは事実で、先代モデルっていうのは性能のための形状をもうダイレクトに、アグレッシブにデザインに表現しておりました。なのでラブ&ヘイトがあったのも事実だと思います。そういった経験も踏まえて、先ほどのように同じ開発技術者が次のモデルをやる限りは上においてはですね、その先代をさらに超えるために、その見た目と中身、外見と内面の調和っていうかな、ハーモナイズ、一体感をより進化させた本物のスポーツカーを作ってあげたいっていう思いで、今回そのデザインも入念に仕上げました。はい、さてここでシビックタイプ R のユーティリティチェックです。まずは後席に乗り込みます。前輪と後輪のこのタイヤの間隔が広く取られているので、後ろのドアも結構幅が広く取られてますよね。で、開口部を見ていくとここも結構しっかり空間がありますので乗り込みやすい印象です。室内空間です。身長162センチの私が座ると膝前結構広いですね。げんこつ3つ入りました。そしてルーフは絞り込まれているように見えるんですが、着座位置も低く、こうやってやってみるとげんこつ 1.5 個分入りました。大人でも座れますね。そして後席は2人乗車の4人乗りの車なので、真ん中にはドリンクホルダー、スマホなんかも置けそうなスペースがあります。ラゲッジスペース、ここを開けていくと基本的にハッチバックモデルということで、結構開口部は斜めに広く取られて、ここも低めのレイアウトですね。そしてユニークなのがこの下と上に分かれて存在しているトノカバーなんですよ。外から荷物が見えにくいものなんですが、この分割していることで下の方はこのようにスライドして開閉する仕組みになってます。幅も奥行きも広く取られてますね。で、基本的には FF のレイアウトなので張り出しは少なめなんですが、60対40の分割可動式のシートを倒すと相当広い荷室が現れます。日常使いでも使えるスポーツカーっていうことなんですけれども、これ本当にリアシートも広いし乗り心地も悪くないしっていう意味じゃ、まさにそういう狙いちゃんとこう伝わってきましたね、僕にも。そうですね、やはりタイプ R30 年の歴史があって、その中でその速さとドライビングプレジャーを突き詰めるために、必要のないものはこう捨ててきたっていう、その日常性もうそこにはもう実は当時から我々は本当にずっと思いを温めてきて、ようやく今の時代の技術だからこそこの両立できるっていう姿を先代のタイプ R でこう生み出して、それをさらにこの次元にまで進化させた。でさらに先ほど申しました通りデザインも非常に洗練させた、その上で、多くの方々の心に刺さるスポーツカーになったんじゃないかなというふうに思います。そうですね。でも実用性っていうところでいくと、実はその先代20インチって1本10万円ぐらいタイヤがね国家すとしたっていうことで、今回19インチになって、性能を落とさずに価格もぐっと6万円台ですか、なんか下がってきたっていうのは、性能は落とすどころか、サイズを使ってさらにサイズを幅を広くすることによってパフォーマンスも上げながら、そのユーザビリティっていうんですかね、価格も抑えることができてます。これいっぱい走る人にとってはね、それすごくありがたいことだと思うんですけど、一方でやっぱりタイプ R としては尖った走り、パフォーマンスを最大限追求するっていうあたりはどんなところにこだわりましたか？そうですね、先ほどの洗練されたデザインと乗り味の中で決してぬるま湯に使ったような車にはしたくないし、今まで以上にかつてのタイプ R にあったスパルタンで、ハートにビンビン響くような、ああいう良さを今の時代だからこそ、先ほどこの進化した技術で日常性と相対するそちらの領域もさらに進化させてということで、今回そのインディビデュアルモードっていうものを搭載する中で、そこの選択肢もさらに間口を広げて、
楽しんでいただける車にできたと思っています。エンジンの特性とかサスペンションの特性とかステアリングの重さとか、はい、いろいろ好みに合わせて変えられるんですよね。そうですね。そこにエンジンサウンドがあるとですね、本当にそのドライバーの好みに合わせて、調整していただいて楽しんでいただけるという価値をお届けいたします。なるほどね。そういう意味じゃ本当にね、僕乗ってみて、いやタイプ R って本当にね車好きのために作られた車だな、でも家族持ちでもいけるななんてね、そんな風に思いましたね。はい、はい、柿沼さんありがとうございました。ありがとうございました。この後は評価です。Engine for the life. はい、ここでシビックタイプ R の評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、これは速さ、質感、安心感イコール最高レベルのドライビングプレジャーなんですね。どれか一つが欠けてもやはり最高のドライビングプレジャーの車っていうのはできないと思うんですよ。でその3拍子が揃った結果、単なるスポーツカーでもないし、単なるホットハッチでもなくて、なんか乗ると、もうなんか車自体がめちゃくちゃ語りかけてくるような、そういうえも言われぬ、なんかいいもの感みたいなものを伝えてくるようなレベルにまで仕上がっているんですね。ですからね、今回このタイプ R 単に速い車じゃないですよ。本当に乗ってみるとうわすごいって感じさせてくれる一台です。ということでですね、僕は×もねなしにしました。はい、はい、以上です。久しぶりですね。いやでも気持ちわかります。はい、私は丸はこれは一般道からサーキットまで意のままに操る喜びを徹底追求した車作り。今回のシビックタイプ R、FF ハイパワーターボモデルとしてのパフォーマンスを磨くだけではなく、一般道からハイグリップなタイヤを履かせて走る、サーキットレベルで耐えるだけのベース作りにこだわってきた。そして移動中はゆったり流せて、マニュアル車なのに本当にストレスが少ない部分が羨ましくなる車ですし、それでいて車と一体となって走る喜びもしっかりと与えてくれる、今時ピュアな内燃機関、しかも6速マニュアルで走れる新車が買えること自体が本当に奇跡だなと思いました。そしてバッテン、これはフロントシートが赤一択だというところです。私がもしこの車を買うとしたらシート黒がいいなって、ベルトは赤で素敵なんですけど、それをもし変えちゃったとしたら、この赤いシートすごくいい出来栄えなのに、使わなくなっちゃうのもったいないじゃないですか。だったら黒が選べると嬉しいなって思いました。逆に言うと黒いシートが出ればともちゃん買うかもしれないっていうことかもしれないね。本当ですよね。はい、ということで2人の評価はこのようになりました。Engine for the life. ホンダのタイプ R と本籍地はサーキットみたいなね、ずっとそういう車だったんだけれども、ともちゃんはこのシビックタイプ R でレース出てたよね。しかも柿沼さんと一緒に出てたよね。そうです。スーパー耐久シリーズ、24時間レースも出させていただいて、でも開発責任者自らが先代のタイプ R でいろんな思いを、耐久レースっていろんなこと起こるじゃないですか。ハイグリップなタイヤを履いて、でもそこで得られた知見をどんな形で新型に投入するのかって注目してました。スーパー耐久に先代モデルで4年間出続けてきて、その途中で今回の新しいモデルの開発も当然行っていたわけですね。ですからレースでいろいろ辛い思いをしたり失敗したり、そういう中でさらなる進化につなげるためにはっていう、そういうエキスをしっかりと次のモデルにつなげながら、そしてまたレースもトライしながらっていう、この4年間でしたね。やはりサーキットっていうのは車を鍛え上げる上ではとても重要だし、今までちょっとホンダせっかくタイプ R みたいな車出してるのにサーキットで存在感なかったのが、今年からどんどんなんか出てくる感じですね。そうですね。このタイプ R をこの市場に出したことによって、今年のスーパー耐久をはじめとして、多くの車がこれから出てくる計画があると聞いています。やはりイメージアップだけじゃなくて車を鍛え上げていくっていうところにやっぱり車好きはワクワクするんですよね。そうですね。でまさにその同じタイプ R に乗っているお客様からしても、もうそういうレースを見ると皆さんワクワクされますしね。でもそんな柿沼さんの姿を見て周りの若手の人たちも育っているというふうに伺ったんですが、そのあたりはいかがですか？そうですね。私が先頭に立ってこういうレースの世界で一緒にトライしていく中で、しっかりと次の世代の若いエンジニアにもその思いをしっかりとつないでいけてると思ってます。はい、ありがとうございました。また来週。
旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the Life